清願宗光です。今日は自分の怠け癖を直したいという20代男性アキトさんからのご相談です。はじめまして、自分の性格のことでご相談です。何をするにもめんどくさいと思ってしまいます。仕事はさすがになんとかギリギリこなしていますが、部屋の片付け、掃除、資格の勉強、仕事の準備、いろいろな手続きなどやった方がいいと分かっていることほど後回しにしてしまいます。やる気が全くないわけではないんですが、始める直前になると今日はいいかとなってしまって、結局何も変わらないまま日々が過ぎていきます。怠け癖やめんどくさがりの性格を少しでもマシな方向に変えたいです。根性論ではなくて、何かいい具体的な方法がありましたらぜひ教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。お便りをいただいてありがとうございます。アキトさん、めんどくさいという気持ちが常々あられる、そういうご相談ですね。怠け癖を何とかしたい。めんどくさいですね。何をするにもよくわかります。私も非常に面倒くさがりなんですね。他の人を見ると、なんであんな面倒くさいことを何とも思わずにやってるんだろうって思うことよくあります。しかし私は禅を学んでおりますから、その面倒くさいことの中に宝があるなというふうに言い聞かせながら過ごしています。怠け癖とかめんどくさがりというふうにアキトさんが書いてくださった特性は、これ人生の邪魔ではないんですね。少し禅の視点から見てみると、これは修行の道具、修行の素材になるんです。例えば私は禅宗の僧侶ですから、座禅を組みますね。静かに座禅をしていても、途中でもう今日はこれぐらいでやめたいなとか、ちょっと立ちたいなとか、他のことをしたいなって思うこともありますし、禅ではね、一つ一つに集中して今目の前のことにこだわるということで、何をするにも一つ一つ丁寧に行うわけなんですけども、例えば家事をする時もそういうことを修行として私は楽しんでよくやるんですね。で、洗濯物が溜まってきたな、洗濯しようと思って、でいざ洗濯機の前に行った時に、そんなに多くないし今日まだいいかという気持ちが生まれることもあります。そういうことをね、感じた時に修行の素材だと思えたり、出てきたなと思って、それはそのまま置いて洗濯物に取り掛かれる自分を楽しめるようになるといいですね。今アキトさんはさまざまなことに対して面倒くさいなって思うことがあるんですね。だけどやる気が全くないわけではなくと書いてました。で、やろうという意思はあるわけなんです。だけど始める直前になるとまだいいかと、いいかと思ってしまう、そういう状況ですね。でそんなことを繰り返していって、自分の性格がダメだとか、こういう面倒くさがりなところが嫌だという気持ちが強くなって相談くださったという流れなんですけども、これきっと何かを変えないとずっとこのままだと想像できますね。面倒くさいな、でもやろう、やっぱりいいか、
ということを繰り返してまた自責してと。この自責というところがどうしても嫌ですね。責めるべきところは一つもないのに作り出して自分を責めているわけです。じゃあどうやってこのサイクルを悪循環を崩すか、役に立ちそうだなと思うお守りです。まず一手だけ打つと、一手だけ打ちましょう。これは習慣化だったりとか行動できる人になるためにみたいな、昨今よく流行しているビジネスのマニュアルだったり、そういうノウハウを伝える人々もよく口にすることだと思うんですけども、まず始めるということですね。でそれを禅のエッセンスを加えて伝えると、一歩しかないという言葉です。目の前のこの一歩だけ、いつもそうです。明人さんがじゃあ富士山に登るということを考えてみましょう。富士山に登る時に1時間ぐらい歩いた後にですね、ゴールまで何千メートルあると。でそう考えても、明人さんが次の瞬間にできることは何ですか。1メートル縮めるために左足を出すしかないんですね。10メートル先を見ながら歩いていたり、山のてっぺんを見ながら歩いていても一緒なんです。今できることは一歩だけなんですね。左足か右足だけなんです。2歩も無理です。3歩も無理なんですね。でも一歩行っちゃえば進んでいる。そして一歩行った後にまだ一歩しか進んでないって思うが、もう一歩も進んだと思うが、その一歩進んだ先でできることは何ですか。また一歩だけなんですね。その一歩だけ見てればいいんです。で最後の最後まで行って、その一歩が出せない時、その一歩が出せない時はもう休んだ方がいいんですね。寝た方がいいです。テントを張って山登りであればそこで休むべきです。もう限界なんですから。ですから一歩だけだと思ってやってみましょう。それならできます。確実に 100% 明人さんにもできますから。本を読むという習慣を作りたければ、本を読むんじゃなくて本を持つで OK です。持った後はどうする。読むんじゃなく本を開くでいいんですね。そして2つ目、何をどうしても面倒くさいなって思う癖がついてますから、その心の癖はすぐには終わらないですし、どうしようもないと思うんですね。だけど気づくことが大切です。禅はまさに自分の心に気づく、観察する、共にある、なりきるというふうに表現するんですけども、自分の感情に乗っ取られることなく、面倒くさいなっていうことが出てきたって察知して、出てきたらどうするか、いろんな方法がありますけど、今日はですね、修行の意味合いも込めまして、面倒くさいなって思ったら軽作と言います。座禅を組んでる時によく背中を棒で叩くような仕草を見られたことがあるかもしれません。それ今ここに意識を戻す、禅定にもう一度入らせる、禅の集中力を保たせるために行うことなんですけれど、面倒くさいなと思ったら、バシッとその面倒くさいという感情を叩いちゃってください。それイメージするだけですね。実際叩けませんから。で叩いた後どうするかというと、叩かれたらハッとなるわけです。座禅を組んでいても、例えば少し集中力が途切れている時に背中を叩かれると、ハッとしてニュートラルに元々の自分の集中力に戻るわけなんですね。じゃあ戻った後は一手だけ打つ。
このお守りに戻りましょう。めんどくさいなと思った瞬間にハッと気づいて一手打つ。そして3つ目、自責に行っちゃった時ですね。ああめんどくさいめんどくさいと言い続けて何もできてないな、結局いつもこうだなって自分を責めるような気持ちが湧いた時、これも同じです。警策ですね。バシッと今一歩踏み出せんだろうがということですね。自分を責めたりめんどくさいなと憂うことは今明人さんがやるべきことではないというふうに言い聞かせましょう。いつだって一歩をやっている、その一手だけ打っている、それが大切です。嫌な気持ちが出てきたその瞬間こそ、自分を責める言葉が出てきたその瞬間こそ一手打つんです。めんどくさくない時にやり始めることなんて誰でもできますし、いつだってできますし、頑張らなくたってやれるわけです。でもめんどくさいなと思った時にバシッと元に戻って一手だけ打つことができれば、自分はなんてダメなんだと、いつもこうして怠けてばっかりだなって思った時こそ、一つだけ一歩だけ前に進めれば自分を誇ることができるようになりますし、信じることもできるようになります。ぜひお守りを実践してですね、頭の中で分かったつもりになるわけじゃなくて、しっかりと実践して良い方向に変わっていかれることを願っております。明人さん、そして動画を最後まで見てくださった皆様に心から感謝いたします。ありがとうございます。お気づきやご感想があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。お悩み相談がある方は概要欄にご相談窓口のリンクもございますので、お便りくださいましたら幸いです。ありがとうございます。